ミニドラマ新魔国でも収穫祭。コンラート、陛下はまだこちらにお着きにならないのですか？新王廟に流れ着いたのが確認できたらボルフラムがのろしを上げるはずなんだけど。ああ、私としたことがなぜボルフラム一人に行かせてしまったのでしょう。どうせ単細胞のあの子のことです。陛下に会えた喜びでこちらへの合図などすっかりポンと忘れてしまったに決まっています。その可能性は捨てきれないが、ギュンタ、出迎えの役目はボルフラムに任せて、いつも微妙に報われない婚約者殿に今回くらいは花を持たせてやろうなんて殊勝なことを言ったのは誰だったかな？それは確かに私ですが、年長者としての判断と陛下をお慕いする複雑な男心は別物なんです。やれやれ、困った男心だな。あれ、向こうから誰か。あれはまさか。おーい、ヤッホー、元気だった？ゲイか？ゲイか？どうしてここに？まあ早い話が渋谷の代理。代理？それで陛下は？中間テストが惨憺たる結果で赤点追試で地球居残り。ああ、陛下、なんというおいてほしい。まあね、それで本人めちゃめちゃ焦ってて、このままじゃ俺留年しちゃうかも、助けてもらえもんって泣きついてきたからさ。それで？軽く無視して僕だけこっちに来ちゃったってへ。ゲイか、それは陛下に対してあまりにもひどい仕打ち。いいんだよ、夏休みの間僕がどんなに勉強しろよって言っても聞き入れなくて、ずっと草野球と野球観戦とバイトで明け暮れた渋谷の、言ってみれば自業自得なんだから。珍しく陛下に手厳しいですね、ゲイか。いや、僕は基本的に渋谷有利に対してはスパルタだから。甘やかすばっかのウェラー教と違ってね。俺甘やかしてますか？幼馴染のお庭番の彼にもよく言われてるだろ。甘やかしてるよ、もうベッタベッタに。そうだ、もっと言ってやれ村田、大賢者。びっくりした。いたのですね、ボルフラム。こいつの節操のない甘やかし方は大いに問題だぞ。いないかと思ったよ。会話に混ざらなかっただけでさっきからここにいただろうが。だいたいコンラート、お前城の者たちに最近何と言われてるか知ってるのか？知らない。何か言われてるか？カルガモだ、カルガモ。有利の早朝練習に付き合ってひな鳥みたいにちょろちょろ後をついて回るから。コンラート、そんなあだ名がつくなんて嫉妬。そうなんだ。いや、それはまた随分可愛らしいな。照れるな、誰も褒めてないぞ。まあカルガモならまだいいよ。ウェラー教の真の渋谷誘導作戦はかなり巧妙かつ悪質だからね。おかげで心弱くなった渋谷は、あなたの姿を見た途端、親鳥の姿を見てピーピー泣き出すひな鳥みたいになるだろう。ゲイか、それはひどい。そんな作戦俺は仕組んでませんよ。いや、お前は昔からそういう腹黒い男だ。僕は知っているぞ。コンラート、油断も隙もない。待て、お前たちも落ち着け。たくもう、待ってくださいよ、ゲイか。どうしてこんな話になるんですか？なんだ、そんなの簡単な理由だよ。僕がウェラー教を気に入らないから。僕さ、自分の気に入っているものを人に取られるの大嫌いなんだよね。もっと許せないのはさ、最後に味わって食べようと思って一生懸命我慢して残したケーキのイチゴを、あれ食べないんですかとか言ってパクッと口に放り込んじゃうやつ。ウェラー教ってそういうところあるよね。ある。ちょっと待ってください。大体コンラートはずるいんですよ。まあ以前はね、あなたも苦労が多かったでしょうから、一人目立ってしまっても仕方あるまいと私も泣く泣く我慢しましたよ。そうだ。でも大島論から帰ってきたらきっと出番も減って少しはおとなしくなるだろうと思ったのに大間違いだった。全くですよ。毎回最後にチラッと出てきてはいい声出して美味しいところ全部持っていく、その汚い仕事ぶり。たとえ新王陛下がお許しになってもこの私が許しませんよ。そんなこと言われても。いいか、これだけは言っておくぞ。カルガモだかなんだか知らないが有利の婚約者はこの僕だ。
僕を差し置いて、抜け駆けは許さない。だから抜け駆けと言われても。困ってるね、ウェラー卿。でもほら、渋谷不在のこういう機会でもないと、釘を刺すのもなかなか難しいからさ。ほんと今回は、ユーリタンがおバカタンで助かったな。追試万歳。ゲイカ、本気で勘弁してください。まあ、もういいよ、ウェラー卿。うっかり話がそれたけど、今日は本来どんな用事があったのかな。新魔国の方で渋谷を呼んだ理由があるよね。ああ、いけません。うっかりしておりました。実はゲイカ、本日から3日間、毎年恒例となっております新魔国を挙げての秋祭りが執り行われるのです。へえ、そんな風習ができたんだ。秋の収穫祭って感じ？ええ、本来はそういう意味合いがございます。秋の実りに感謝し、また次の年の豊作を祈る、その名も万魔節と申します。万魔節。そりゃまた迫力のある名前だね。万魔節は神王陛下から連綿と続く歴代魔王陛下の偉業をお祝いするお祭りでもあります。収穫祭と魔王祝賀祭が合体した行事、それが万魔節なのです。地球では11月1日に万聖節、オールハローズってのがあるけどね。その前日、10月31日はハローイブ、いわゆるハロウィンで。なんとハロウィンをご存知とは、さすがゲイカ。こっちにもハロウィンあるの？ああ。万魔節の期間に行われる儀式の一つだ。一番正式なやつは神王廟で行われるものだが、それとはまた別に、各家庭でも好き勝手にハロウィンをするんだ。それは、どんなこと？私からご説明いたしましょう、ゲイカ。まず、色づいた葉の上に溜まった朝露を集めます。それを料理に垂らして食せば、この後1年、神王陛下のご加護により、無病息災が約束されるという言い伝えがあるのですよ。葉の露を飲むことから、俗に、ハロウィンというのです。あれか。冬至にカボチャを食べると風邪ひかない、みたいな。地球のハロウィンは、カボチャを食べるのか？いや、食べるのは冬至で、ハロウィンはどっちかっていうと飾る方じゃないかな。オレンジ色のカボチャの中をくり抜いて、ろうそく灯して、提灯みたいにするんだけど。俺見たことありますよ、それ。ジャック・オー・ランタンってやつでしょ？そうそう、思い出しました。アメリカにしばらく滞在していた時に、ハロウィンに遭遇して大変だったっけ？大変？ハロウィンでは、お化けの仮装をした子供たちが、各家庭を訪問して菓子をもらって歩くんだ。俺はその時たまたま陸軍に所属していて、ボランティアで地域の手伝いをしたんだけど。陸軍？いつの間に？同僚たちから吸血鬼のコスプレを強要されて、その格好で子供たちと一緒に家庭訪問したところ、どこのお宅の奥さんも全然お菓子をくれなくて、しまいには飽きた子供はぐずるし、旦那さんたちはお殺しで本当に参りましたね。何ですかそれは。今度と何かあなたが粗相したのでは？いや、それがさっぱり。お宅訪問して玄関口でトリックオアトリートって言ったら、普通はね、はいどうぞって快くお菓子をくれるのがルールなんですけど。その、とっくりなんとかいう呪文はなんだ？意味は、そうだな。まあ言ってみれば、ね、お菓子をくれないといたずらしますよってことなんだけど。コンラード。それはお前、ダメだろう。ウェラー卿、それはあなたが悪いね。どうしてですか？どうせお前のことだから、扉を開けた奥方の目を見て、ニヤニヤしながら言ったんだろう。天津さえ耳元で囁いたりしたんじゃないですか？うん。もう一回言ってみろ。お菓子をくれないと、俺がいたずらしちゃいますよ。僕が応対に出た奥さんだったらまず間違いなくお菓子をあげないね。それでいたずらしてもらうわけ。そのいかがわしいドラキュラ伯爵に。見知らぬ男に玄関口で色目使われて、妻がポーっとなっていたら、そりゃ亭主は怒るだろうな。俺のせい？コンラード、
あなたという人は、昔から里いように見えて、時々意外なところで空気の読めてない子でしたからね。こういうのがしょっちゅう婚約者の前をちょろちょろしてたんじゃ、フォン・グランツの若大将も相当イライラしただろうな。さぞ目障りだったでしょう。アーダルベルトは関係ないんじゃないかな。何を言う！僕は今、生まれて初めて、ものすっごい勢いでアーダルベルトに共感しているぞ！ボルフラム。それにしても、バンマ節が魔王のお祭りなんじゃ、渋谷が来ないと始まらないよね。それはもう、陛下と芸家、お二人揃えば、新魔国史上初の総国揃い踏みとなりますから、尊くもありがたい御代の到来を感じて、国民はこぞって喜びの涙を流すことでしょう。プリティでキュアキュアか。しょうがないな。今から原始巫女に頼んで、渋谷もこっちに呼んじゃおうか。芸家、ありがとうございます。お二人が万魔節の式場に並び立つお姿を想像しただけでは、私がいろんなところから知るが、ギュンタ、しっかりしろ。ギュンタ、ほら。村田。なんだ？ギュンターはああ言ってるが、新魔国が緊迫した戦時下にあるというならともかく、今は王の不在が国の存亡に直結するような時期ではないだろう。まあ、そうだね。ただでさえ、有利は発展途上のヘナチョコ魔王だ。学業を優先すべきなら、今無理にこちらへ呼ぶ必要はないぞ。おや、優しいね、未来の伴侶。でも心配しないで。あっちで追試が終わったところを見計らって、サクッとウルリー家に呼んでもらうから。本当か？迷惑にはならないな？もちろん。迷惑なんてことあるわけないじゃないか。きっと渋谷も君たちに会いたがってると思うよ。ああ！